でも作るのすごい大変なんですよ。このつなぎするのが大変で、葉っぱ収穫するのが全然簡単なんですけど、もともと山菜なので、ほっとけば出てくるんですけど、これを煮てでかい釜で煮てグツグツ煮て繊維だけにするのがとても大変で、はい、だから意外とですね、そこでつなぎがないっていうので営業できない人も多いので貴重です。本当にすぐになんか処理してます。そうなんですよ。もう本当打ち方違うんですよ。もう
もともとこのそばでずっと育ってきたのはあって、このそばを結構こう友人たちに話すと全く知らない方が多くて、こんな知られてないんだと思って、でもうおじいちゃんのそのお蕎麦屋さんを始めたかったっていう、叶わずして他界したっていう話もあったり、なんかもうこの美味しそうをもうちょっと発信したいとか、食べても欲しいっていうのを感じて、で始めたのがきっかけです一番はこう蕎麦を知れば知るほど奥が深いっていう興味深さとか、結構師匠からも言われるんですよ。変なものにはまったね、大変なものにはまったねってすごい言われるくらい、本当にやりたくないというかやらない人が多い。大体皆さん蕎麦打ち職人さんって宮地蕎麦とか何も言えない十割蕎麦を始めたりお店出されたりする方が多いと思うんですけど、食感も違いますし、つながりが良すぎてめちゃくちゃ長い面にも本当に立たなきゃいけないくらい、人によっては立たなきゃいけないくらい長くなったりもするので、守らなきゃいけない食文化、これからも絶やしちゃいけない食文化だなとはすごく感じたからですね。山牧地って何ですかっていうお問い合わせがとても多くて、で実際これをお見せするんですけれども、お見せしてこう葉っぱを引っ張っていただくんですけど、そうするとクモの巣みたいなものが出てくるんですね。これがそばのつなぎになります。運がいいご縁がこう恵んできて、このテナントも貸していただけましたし、決して一人でできたお店ではないので、本当にこう転がってた
やっぱりこのそばを広めるには街中の方が広がりやすい、いろんなたくさんの方に食べていただきやすいっていうのがあって、で私の本当に最初の始めたきっかけでもあるこのそばをもっと多くの方に知っていただきたいっていうのがテーマにあって、それを根本に考えると、もう少し下に降りたいというかはい、そこにあります。はい。信州丼2つ出ます。美味しい。もともと八方美人、四字熟語で言うとそんなにいい意味はないんですけど、八方にこの親の口のそばを広めたいっていう意味で八方に味を伝えるってことで八方美人っていう店名にしてあります。で看板なんですけど、もともと飯綱でまな板です。そば切る時のまな板で、今これ使ってますけど使ってた板でちょっと重たくて使いづらいんですよねでちょっと思い入れもあったので、じゃあ次のお店の看板にしようと思って、近くに看板屋さんがあると自分で書道で今まで習ってきたのを生かしたいと思って、昔習ってた書道先生にもう一回教わりながら書かせてもらって、でそれを看板屋さんに出してで彫ってもらったっていうちょっと思い入れのある看板になってます。そばってなんとなく敷居が高いじゃないですけど、うどんとかそうめんとかラーメンとかよりちょっと高いイメージがやっぱ若者世代とかに、私も自身そうでしたけど、ちょっとあんまりお昼ちょっとそば食べに行こうっていう気軽に行けない価格設定なお店が多いと思うんですよ。なのでそういうしょうがないんですよ。そばってどうしてもそば粉がいいお値段するのではい、しょうがないんですけど、ランチなんか特にそうで、なるべく安価で召し上がっていただきたいっていうのは、ただ安くても質を落とさないっていうのが私の中であって、信州産にこだわってますし、それこそなるべく値段上げないようにと思って自分で製粉してこだわったそば粉も使わせてもらってるので、私からしたらランチ丼そばと丼セット1300円っていうのは結構安いって言われるんですけど、1300円って安いのかなと思ってですごい思うんですよ。なので結構若者も来やすいお店にしたいなっていうのもあります。でここで私始めて3ヶ月ぐらい経ちますけど、女性のお一人様がとても増えたのでとても嬉しいなとは思います。はい、でたまに JK なんか来るのでびっくりしちゃって、じゃね、女子高校生もお蕎麦食べたいんだと思ってそういうのはすごく嬉しいなと思います。はい、で店主が女性で若いから来やすいっていうのがイメージついてるならとてもいいことだなって思いますね。はい、だからね、若い方からお年寄りまで来やすいお店作りをこれからもしたいと思ってます。